今日はですね、まず私が気に入っているインスタグラムのイラストをちょっとご紹介したいなと思いましてね。子育てしてますでしょ？子育てしてる人のインスタグラムをね、僕よく見るんですよ。そのうちの一つですが、こういうね、コウノトリが2羽飛んできたっていう育児絵日記。このペンネームこの人のミハイロさんっていうんですけどね、この人の絵はね、面白くてね。で、この男の子双子なんですよ。レイ君とセイ君。どっちがどっちかちょっと分かんないですけどね。レイ君とセイ君っていう男の子2人の育児日記。今5歳です。男の子の育児日記ですから、もうやんちゃですからね。めちゃくちゃ面白いですよ。いろんなことが起きますからね。で、そのある時の親子の会話なんです。お父さんとこの男の子たちとの会話をちょっと拝借してきました、今日は。ねえねえ、トトとカカは100歳になったらいなくなっちゃうの？どうした急に。そうだな。100歳だといないかもな。でもお前にはレイがいるから大丈夫やな。こっちね、レイ君。だからお前たちはお互いを大事にして仲良くしなきゃな。もしトトとカカがいなくても仲良くするんだぞっていう。そしたら言うわけですね。じゃあさ、トトもカカもまた赤ちゃんになって生まれてきてよ。僕とレイ君が育ててあげるから。で、僕とレイ君が100歳になっていなくなったら、また赤ちゃんになって生まれてくるから、トトとカカが育ててよ。そしたらみんなずっと一緒にいられるよ。なんかすごい話だけど、いいアイディアやな。生の純粋な発想にほっこりして感動しちゃいました。あいつめ、味なことを。そしたらですね、もう一人の子は泣いてるんですよ。お父さんお母さんがいなくなったらどうしようと。この子はこの子で純粋に本気で受け止めていましたっていう親子の会話なんですけどね、すごく感慨深い会話やなと思いましてね。また5歳なので人が死ぬとか生き変わるとかそういう知識はあまりないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。でもそういう発想が出てきたということなんですが、じゃあ実際我々この今の親子関係がこれからもずっと続いていく可能性って本当にあるんでしょうか、ないんでしょうかということになってくるんですが、今日はその点を少しお話ししていきたいなと思います。今日はね、おばあちゃんの七回忌でもありましたんで、そういうテーマでございますが、まず、一つご教科拝見をいたしますと、先の世の報いで親と子と生まれ、死に変わりても敵うつなりと。このようにおっしゃってございます。先の世っていうのは前世ということです。ですから今回こうして、この世に生まれる前にも、いろんな出会いと別れがあって、仲良くなったり、喧嘩をしたり。で、それがご縁となって今現在の人間関係があるということですね、我々お互い。で、それを日本では昔から袖振り合うも多少の縁とこう言うてきたんですね。多少っていうのはこの漢字です。多少の縁。多い少ないの意味ではなくて、これまでにたくさんの多くの生涯を経て結びついてきたあなたと私のご縁っていうのが多少の縁ということです。で、そのご縁にもいいご縁もあれば悪いご縁もあるということですよね。ちなみに今ご紹介したこのご教科は
悪いご縁の方を言うてるわけですね。先の世の報いで親と子と生まれ、死に変わりても、敵うつなりですから、前世でよほどの恨みつらみがあったんでしょうね。それがご縁となって、仲の悪い者同士が、大喧嘩した者同士が親と子となって生まれ変わる。生まれ合わせる。そうしてまで、前世での敵討ち、仕返しをする。そういうご縁もある。嫌ですね。そんなご縁はね。まあ、それこそここであったが100年目どころではないと。ちょっと前に流行った歌がね、この前々前世っていう歌があります。前々前世からずっと前のことを探しとった。今こそ敵討ちをしてやるっていう親子の巡り合わせ。そういうことが前世に、そのまた前世にあった。そういうご縁の結び方をずっとやってきて今があるということですね。では反対に、いいご縁。例えば今、大好きな人、大好きな家族、そういう方々と、これからもずっと一緒にいられるようにするにはどうしたらいいのか。さっきのね、男の子が、また赤ちゃんになって生まれてきてよっていうことを言ってましたけどね。もちろん、仲がいいというのも大事なことでね、仲がいいことに越したことはありませんけれども、確実に、もう絶対に大丈夫と。こう言い切れる。そのためには、もう一つ大事なご縁があるんです。単なる人と人とのご縁だけではなくって、もう一つ大事なご縁がある。それが、仏様の教え、ご信心のご縁で家族が結ばれるということなんですね。まあ今我々、ご縁があってご信心させてもらっているわけですけども、ここに至るまでには、必ずご信心を伝えてくれた人が皆さんにそれぞれいらっしゃると思うんですね。自分の親であったり、おじいちゃんおばあちゃんであったり、中には親戚の人、ご近所の方っていう方もありますね。昔のお経家の方であれば。で、ここからが大事なんですが、実はこのご信心を教えてもらうというご縁は切れないということなんです。来世も、そのまた来世もずっと続くんですね。必ず同じ場所、同じ時に生まれ変わって、必ずご縁が結ばれる。そしてまたご信心を伝えてもらうという関係。これは単なる親子関係とかではなくって、お師匠様と弟子という関係になるんですね。そういう関係でお互いがこれから先もずっと巡り合うんだ。ですから、ご信心を伝える、教えるというのは、これから先もずっと一緒だよ、一緒にいましょうねという契り、永遠の約束を意味しているということが言えるんですね。なので街道上人はこういうご教科もお読みになっております。拝見をいたしますと、先の世の契りとぞ聞く御仏ののりの教えの親と子の中、このようにお示しでございます。仏様の教えを教える、教わる、そのご縁の結びつきも、やはり先の世、前世からのつながりなんだと。そこに根拠があるんだと。今回たまたま出会って、今回たまたまご信心教えてもらったりしてるんじゃないと。ということは、今この世で、ご信心のご縁を結ぶことによって、これから先、来世も、そのまた来世も、お互いにご信心を教える、教わるという間柄になるということ。そういう契りなんだと、約束なんだと。そう思いますと、大切な家族同士が、これからもずっと一緒だね。こう、自信を持って言い合うためには、家族のご縁だけではなくって、そこにご信心のご縁が加わることが一つ大事になってまいります。そう思いますと、私事ですけどね、今回こうして、生涯の家内と結婚したことや、この年で息子を授かったことは、単なる多少の縁、前世からのご縁だけではなくって、
ご信心のご縁、仏縁あったからこそなんだろうなと自覚をしております。なので、何が何でもね、家内はもう大丈夫だと思いますけども、やんちゃな息子、言ってくれますかね。また生まれてきてよって。もう弟ええわって。もうええわって言われて嫌ですけどね。そういう風に言ってもらえるように、今は思えなくてもですよ。今は思えなくても、自分の息子が、あと20年、30年、40年経った時にね、そういう風に思ってもらえたらなって、もしその時に僕がこの世にもういなくてもね、そういう風に思ってもらえたらいいなという風に思うわけですね。そのためにも、まずは、こちらからご信心、仏様の教えを教える、伝える、そういうアクションが大事なんだ。それが、やはり家族同士の最高の愛情表現であり、愛のメッセージであると、教わることができるわけでございます。最後にもう一度、街道上人のご教科を拝見して終わりたいと思います。ご教科に、先の世の思議とぞ聞く御仏ののりの教えの親と